それでは AI 駆動におけるモダナイゼーション、クロードコードと AI 活用のヒントというテーマで発表させていただきます。よろしくお願いします。はい、発表者の自己紹介ですが、私は株式会社マーベリックスに所属しております、箱崎和樹と申します。で、前はこちらのユーザーネームで日々投稿しており、AI 活用歴は約5年になっております。で、業務では主にクロードコードを使用していて、個人ではコーデックスを使っている状況です。今回お話しすることについてですが、まずなぜ今 AI 駆動のモダナイゼーションが必要なのかという背景情報から説明したいと思います。で、その後、これまでの従来のリファクタリングにある課題ですとか、ネクサスアーキテクトの方を紹介するんですけれど、こちらで何を支援できるのか、そしてレガシーポストを題材にした実例をもとにモダナイゼーションの効果という流れで発表したいと思います。はい、ざっくりとですが、ネクサスアーキテクトについて簡単にご説明したいと思います。で、こちらはスカラー社の深津さんが開発したクロードコードですとかコデックス上で使うことができるシステムアーキテクチャの設計支援のためのツールキットになっております。で、後ほど詳しくフェーズ等については説明する予定ですが、簡単にできることを説明すると、既存システムの調査ですとか、再設計や新規のシステム設計をDDD ですとかマイクロサービス、あとスカラー DB の観点で設計、レビュー、最終的にレポート出力するまでの AI エージェント用のスキル集になっております。で、下の方に記載のリポジトリで実際にリポジトリの方を見れますのでよろしくお願いします。はい。では、まず背景として、なぜ AI 駆動でモダナイゼーションを考えるのかについて説明したいと思います。そもそも一般的な日本で言われているモダナイゼーションとは、長年運用されてきた老朽化、複雑化したレガシーと呼ばれるシステムに対して、大きく4つの手法でシステムを最適化することと言われています。で、表にある通り、リプレイス、リライト、リホスト、リファクタリングの手法自体について、定義されているものの、実際には何を改善するために実施するかといったものが重要だと考えております。で、モダナイゼーションを単なる技術スタックの置き換えではなくて、システムの構造ですとか責務、業務境界まで含めて継続的に改善できる状態へ変える取り組みとして考えています。はい。ただ、技術だけではなく構造も改善すれば良いのですが、実際にはコード、データベース、業務が複雑に絡み合っていることが多いので、必要性は分かっていても、なかなか進められないというのはよくもある問題だと思います。で、一つの機能を変更するだけでも、関係するクラスですとか、更新されるテーブル、あとは影響を受ける業務ルールを横断して確認しなければならないです。はい。なので、改善の必要性は分かっていても、調査や影響範囲の把握に時間がかかって、目の前の機能開発や保守対応が優先されます。ここでコードやデータベースを広くで調査できる AI を活用することで、現状把握ですとか再設計を支援できないかと考える人も多いと思います。で、既存仕様や業務上の意味を理解しないまま、実装だけを急いでしまうと、誤った設計ですとか変更を AI を使って高速に実装することで広げてしまう可能性があります。はい。なので AI 活用は安全に活用するには、実装前の調査、分析と、あと設計とレビューが重要になっています。では、実際の AI 駆動開発における品質低下の事例について少し紹介したいと思います。で、生成 AI は実装速度を大きく上げますが、確認ですとかレビューの仕組みが追いつかなければ、誤った変更も同じ速度で広がってしまいます。で、スライドにある通り、実際に Amazon や GitHub でも AI 生成コードによる品質低下の事例がいくつか報告されています。例えば Amazon ではAI によって生成されたコードを人が確認せずマージしたことによって障害が多発してしまったりですとか、GitHub の方ではAI の生成されたコードによって過去最大の品質低下が起きたことも実際に報告されています。AI を活用するほど、設計テスト、レビューを省略せずに、短期的に少し速度を落としてでも品質を守る仕組みというものを先に整えることが日々重要になっています。AI 時代のモダナイゼーションについてですが、単なる技術の置き換えではなくて、AI 開発に耐えうる構造への変革というものが必要になってきます。で、特に業務ルールが複雑なシステムだと DDD の考え方を用いて、業務境界、責務、用語をあらかじめ明確にする必要があります。はい、スライドにある通り具体例ですが、まずは業務の境界を明確にする必要があります。例えば、注文、在庫、決済、ポイント
あと返品といった業務領域を分けて、それぞれがどの責任を持つのか、どの用語を持つのかなどを整理します。で、これは DDD でいうところの境界付けられたコンテキストですとか、指浸す言語にあたると思います。では続いて依存関係を制御するんですけれど、こちらは一つの機能変更がシステム全体へ広がらないように、モジュールですとかレイヤーの責務を分けます。で、そうすることで、AI も人間もどの場所を変更すべきか、どこまで影響を確認すべきかというものを判断しやすくなると思います。で、3つ目ですが、テストですとかレビューによって AI の変更を検証できる状態というものを作ります。で、AI がコードを生成しても正しい業務ルールを守っているか、既存機能を壊していないか、設計上の境界を超えていないかなどを自動的かつ継続的に確認できなければ安全な開発とは言えないと思います。はい、まとめると、先ほどもお話ししたんですけれど、AI 時代のモダナイゼーションとは、単に技術を新しくすることではなくて、複雑なシステムな場合だと、DDD を軸に業務業界ですとか、責務、あと依存関係やテストを整えて、AI が文脈を誤りにくく、人間も理解しやすい構造へ変えていくことが重要だと思います。では続いて課題について説明したいと思います。で、一般的なモダナイゼーションプロセスについてだと、こちらのフローにある通り、前半工程の質が低いと、後続の実装でも出戻りや見落としが発生しやすくなると思います。なので、モダナイゼーションは実装より前に多くの判断工程があって、その品質が後の工程を左右するといったものになっております。モダナイゼーションを始めるときに最初に必要になってくるのは、既存システムの全体像を把握することになります。ただ、ここで調べなければいけないのは、ディレクトリの構造ですとか、クラスだけではないです。この業務機能がどのコードに実装されているのかですとか、あと重要な業務ルールがどこにあるのか、あとどの処理がどのデータベースを更新しているのかまでと、ちょっと横断的に追う必要があると思います。で、レガシーシステムだと、これらが複数のクラスですとか、画面、あとバッジデータベースに分散していることも多々あるかなと思います。はい。なので、全体像が見えないままではどこから直すべきかと、あと何を優先すべきかというのが決められないっていうところが、モダナイゼーションにおける最初のボトルネックかなと思っております。はい。で、調査によって情報を集められたとしても、次に問題になってくるのが、その情報からどのような設計判断をするのかといった課題になるかなと思います。はい。設計判断を同じ品質で再現できないといったところで、タイトルである通り、全体像を整理できたとしても、どこから直すか、どの単位で分けるかを決める必要があるかなと思います。で、ここについては、担当するアーキテクトの方やエンジニアの経験に依存しやすい部分なのかなと思います。例えばなんですけれど、ある人は大きなクラスを基準に分割する。また別の人は業務上の境界を基準に分割する。で、こちらについてどちらかが必ず間違いということはないです。で、その問題については何を根拠にその判断をしたのかっていうところが、2人において共通の評価軸として残っていないってことです。はい。なので、判断理由が暗黙知のままだとチームで、はい、合意しにくくなると思いますし、後から意思決定を振り返ることも難しくなるかなと思います。あとは担当者が変わった時に同じ品質ですとか優先順位で判断をやり直すことができないといった問題もあるかなと思います。で、さらに設計案を作った後でも、その設計が本当に安全かを確認するレビュー工程があるかなと思います。こちらが次の課題です。はい、レビュー観点と判断理由が抜け落ちるといったところで、設計レビューには非常に多くの観点があります。で、ただ機能が成立しているかだけではなくて、データの一貫性を守れるかとか、監視や運用が可能か、あとセキュリティとかコストとか、そういった部分にまで問題がないかまで確認する必要があります。で、実際にはレビュー担当者や、先ほども説明した通り、チームによって重視する観点が異なります。はい。で、機能面は詳しく確認できていても、障害時対応ですとか運用設計が十分に確認されていないこともあるかなと思います。で、レビューで指摘した内容ですとか、最終的にその設計を選んだ理由、ドキュメントとして残らなければ、同じ問題を後の工程でも繰り返すと思います。で、レビュー品質のばらつきと、あと判断理由が残らないというのは別々の問題ではなくて、観点が標準化されてないからこそ、確認結果も知識として蓄積されにくくなるかなと思います。はい、ここまで3つの課題をまとめると、人間の判断をすべて AI に置き換えたいという話ではなくて、
人間が判断するための材料を早く同じ基準で揃えたいという話になるかなと思います。で、こちらが今説明した部分ですね。で、役割の変化のところで AI には広く調べて繰り返し評価する。で、人間の方では主に目的ですとか業務上の意味、あと制約ですとかトレードオフを判断するといった役割の変化が大事かなと思います。はい。で、ここのAI の部分で今回 Nexus アーキテクトを使って人間によるモダナイゼーションの判断を高品質化、あと省略化するといったところが目的となっております。はい。では実際にここから本題で Nexus アーキテクトとは何を支援するツールなのか、何ができるのかといったところを解説していきたいと思います。はい。Nexus アーキテクトとは、先ほども説明した通り AI エージェント上で利用できるアーキテクチャの設計支援ツールキットです。で、こちらクロードコード、コーデックスで使用可能でして、最終的にMD ファイルで領域ごとにレポートが生成されるような仕組みになっております。こちらのレポートをもとに人間が判断するような仕組みになっており、主にモダナイゼーションでいう実装の前工程までを支援するようなものになっております。はい。で、ここから各フェーズについて簡単に説明するんですけれど、まず調査フェーズでは、現状を把握するといったところで、既存コードのディレクトリ構造とか、使用クラス、あとデータベースの構成などを整理して全てレポート化します。この後説明するレポートについては、この後の実際の事例でどういったレポートになっているのかを紹介するので、後ほど説明したいと思います。で、こちらの下の表については、実際のスキルのところの一覧化して、どういったスキルを使っているのかを紹介しております。で、この調査フェーズだと、Java のファイル数ですとか、タイムリーフのテンプレート、あとは主要クラスの行数など、そういった部分を整理してレポート化しております。で、続いて分析フェーズだと、業務とコードの対応を整理するといったところで、業務機能、ファクター、権限、ドメイン概念を整理しています。で、こちら、アナライズスキルで OPass を使っている理由としては、ドメイン概念の抽出という部分は、深い理解が必要なため、ちょっと OPass を使っております。続いて評価フェーズですね。先ほど分析したものを対象に評価するところなんですけれど、改善すべき章を優先度付けするといったところで、主に MMI ですとか DDD の観点で、システムの成熟度とか、あと弱点を評価しています。で、こちらどのようにこの MMI ですとか DDD で評価しているのかについては事例紹介の時に詳しく説明したいと思います。で、続いて再設計なんですけれど、こちらは改善後、アーキテクチャを具体化するフェーズでして、評価結果をもとに、業界コンテキストですとか、サービスの分割案を再設計するところになっております。で、こちらについては、使用しているスキルに対するモデルはすべて OPass にしておりまして、こちら、アーキテクチャの判断ですとか、トレードオフ分析という部分は、高い高度な推論が必要なので、OPass を使用しております。で、再設計された設計については、そのまま採用することはなくて、複数観点でレビューするレビューフェーズに入っていきます。で、こちらは基本的に不合格、合格といった基準があるので、そちらが合格するまで設計からレビューのサイクルを回すような仕組みになっております。で、こちらの表を見ていただく通り、レビューリスクといったスキルは青パスを使用しております。で、こちらについては敵対的な視点でシステムの弱点を能動的に探すといったスキルになってますので、こちらは青パスを使用して高度な推論を行っております。で、ざっくりと説明して実際に多分紹介した方がわかりやすいかなと思ったので、今回はレガシーポスを題材にして実際に Nexus アーキテクトを動かしてみた結果を紹介したいと思います。モダナイゼーションの対象となるシステムはこちらにある通り POS システムですね。モノリス構成の POS システムを対象としております。で、POS システムというのはすごい簡単に言うと、商品が売れる瞬間を管理するシステムでして、コンビニですとかスーパーのレジがイメージしやすいかなと思います。で、今回デモ用に開発した機能は、右のデモ画像にもある通り、顧客の場合だと実際にバーコードをスキャンして在庫確認して支払って、最終的にレシートが発行されるまでの一連の決済の流れになっています。で、管理者の場合だと、下の部分ですね、商品とか在庫管理ですとか、売上の確認といった、そういった部分が一通りできる、すごい軽微なポスシステムを作っております。ただ、軽微とはいえ、複数のデータベースの更新ですとか、業務ロジックの複雑化がといった状況になっております。微法題材と言われる、こちらの POS システムの技術スタックとモジュール構造はこちらの表にある通りです。で、主な部分だと Java の11使っているところですとか、Spring Boot が2.7のものを使っております。
では、ここから実際に Nexus アーキテクトを導入して使い始めるところまでについて簡単に説明したいと思います。で、まずは、クロードコードの場合だと、こういった形で、マーケットプレイスを追加します。で、その後、追加されたマーケットプレイスからプラグインを2つですね、インストールします。で、続いて、クロードコードのセッションの中で、実際に、このスラアーキテクトスタートといった部分、コマンドを打って実行していただくと、処理が開始されるといった形になっております。で、2つまず聞かれておりまして、1つが、出力する言語の設定。で、あとはスカラ DB を使うか使わないかの判断、質問されています。で、スカラ DB については、現在のアーキテクチャに合わせたデータ設計を行うという形で、スカラ DB を使わない場合と、あと使う場合ですね。で、今回は複数 DB 間の分散トランザクションといった部分もありますので、スカラ DB を使う形で、はい、後続の処理を進めるような形になっております。で、このフェーズ、実際の調査フェーズでは、いきなり改善案を考えるのではなくて、まず既存システムがどのような構造になっているかを確認しています。で、今回のポスシステムの場合ですと、約56個の Java のファイルですとか、29個のタイムリーフのテンプレートがあったり、あと Postgre のと、あと MySQL といった2種類のデータベースを使用していました。で、目立っていたのが、注文処理を担当するオーダーサービスと、あとチェックアウト処理を調整するチェックアウトサガです。で、それぞれ約1000行近く、オーダーサービスだと1000行近くですね、あったり、単にサイズが大きいだけでなくて、オーダーサービスの中でも注文ですとか在庫、あと支払いポイントといった複数の責務を抱えていました。で、この調査フェーズでは、いい、悪いを判断するというよりも、まずは人間が読むべき重要な箇所だけをちょっと絞り込んで、レポート化するといった流れになっています。で、次に、実際に現在のコードがDDD を適用しやすい状態になっているかというのを確認しています。で、注文、在庫、商品、あとポイントといった業務上の概念は、コードから読み取ることができて、境界コンテキストの候補も識別できております。はい。ただ、それらの処理が、先ほども説明した通り、オーダーサービスに混在しているため、コード上では明確な境界にはなっていなかったです。はい。で、こちらの評価結果のところの DDD 準備度といった部分については、DDD へ移行できる土台があるかといった指標になっております。で、今回100点中29点といった形で、29点という数字は DDD を適用できないという意味ではなくて、DDD を導入する前に、責務の集中ですとか、依存関係を解体する必要があるといった表現になっております。はい。続いて改善すべき問題を重大別に整理する技術的な負債のところの出力の部分ですが、コードベースから検出された技術的負債は今回は30件ありました。で、いくつかレベル分けされておりまして、最も重大だったのは、あの、複数のデータベースをまたぐ更新において原始性が保証されていなかったことです。で、例えばなんですけれど、注文の保存と、あと在庫の更新は成功したものの、その後ですね、ポイントの付与に失敗した場合、データが中途半端な状態で残ってしまう可能性があります。で、その他にも、サガ状態が永続化されていないことですとか、あと接続プールがないこと、あと SDL のインジェクションの可能性などが実際に検出されました。はい。で、ここでは改善候補を網羅的に見つけた上で、どこから対応すべきかといった部分を判断できる状態にしています。はい。続いて、テクノロジーのスタック分析ですが、こちらのレポートでは、言語やフレームワーク、データベース、認証方式、あとテスト状況などを整理しています。で、先ほども説明した通り、今回のシステムは Java の11と、あと Spring Boot の2.7を利用していて、Spring Security では古い部分の、仕組みを使っておりました。はい。で、あとはテストファイルのところだと、今回は3つしか用意してなくて、安全に変更できる保証といったものも実際に不足していることが分かっています。なので、このシステムでは、ただ単にライブラリーをコンシーすればいいといったものではなくて、テスト可能な構造ですとか、レイヤーの整理も合わせて進める必要があると思います。はい。で、調査フェーズのまとめですが、ここではコードベース DDD の準備と技術的な負債、あとテクノロジースタックを実際に整理しました。はい。ただ、この段階では、なぜこの処理がここにあるのかですとか、業務上はどの単位で分けるべきかまでは判断していない状況です。はい。で、次の、ドメイン分析フェーズでは、実際にシステムの技術的な構造ではなくて、
業務や利用者の視点から実際に見直していくような形になっています。はい。ドメイン分析の方では最初にこのシステムが何をするためのものなのかといった部分から整理しています。で、今回のポスシステムにはレジの販売だけではなくて商品管理と、あと在庫の管理、あと注文返品管理と、あと会員のポイント、あと売上のダッシュボードといったそういった確認などの機能があります。で、その中でも中心となっているのがチェックアウトと返品処理です。で、特にチェックアウトの方では注文の作成、あと在庫の引き当て、支払いと、あとポイントの付与とか、レシートの発行ですとか、複数の業務が連続して実行されるような機能になっています。なので、このような業務フローを先に整理することで、後ほどコード上のクラスですとかテーブルがどの業務を担当しているのかといった部分を対応付けられるようになっています。はい。で、次に実際に誰が何を操作できるかといった形で、このレポート、右側のレポートでは、システムを利用する人とその人が操作できる機能といった部分を整理しています。今回の場合ですと、レジ係のキャッシャーですとか、店舗管理のマネージャー、あとシステム管理のアドミンもいるんですけれど、対象となるメンバーなどといったものが存在しています。で、こちらについて分析した結果、コード上でスプリングセキュリティの URL のパターンによってアクセス制御が行われていたものの、注文のキャンセルですとか、重要な処理を行うサービスメソッドの方には、メソッドレベルでの認可というものは存在していませんでした。で、こちらについては、画面から通常の操作を制御できていても、別の呼び出し経路が追加された場合は、その認可を迂回してしまう可能性があるといった問題が出ています。はい、続いてシステム内で使われている言葉を揃えるといった部分で、DDD では業務担当者と開発者が同じ意味で使える言葉を指揮出す言語として整理しています。で、この指揮出す言語を整理するレポートが右側の画像になっております。で、今回の分析では60以上のドメインの用語が抽出されていました。ただ、同じような概念に異なっ違う名前が使われていたりですとか、反対に異なる概念が同じような名前で表現されていたりしました。はい。そうですね。あと、ポイント取引の種類ですとか、注文ステータスといった部分も、基本的に文字列で記述されているため、あの、コード書くときにタイプですとか意味の取り違いが起きやすい状態になっていました。で、用語を整理することは、単にドキュメント整理、ドキュメントの作成だけではなくて、後続のクラス名や API 名、イベント名を決める重要な土台になっていくので、こちらは非常に重要なものになっております。はい。続いて、業務概念と実装の箇所を対応づけるドメインコードマッピングのレポートについて紹介しますが、こちらは業務上の概念と実際のクラスですとかテーブルを対応づけています。で、今回は10個の業務領域候補を識別できていたんですけれど、中に税金の計算ですとか、ポイントの計算など、同じ業務ルールが複数のクラスに重複していることが分かりました。はい。で、また、決済や返品の責務も、専用のサービスではなくて、オーダーサービスとか、佐賀に埋め込まれていたりとか、そういった部分が検出できました。なので、まとめると、業務上の境界とコード上の構造が一致できていなかったです。はい。なので、再設計のところでは、既存クラスというものを基準にせずに、業務上の責務を基準に境界から作り直すような形になっております。はい。ドメイン分析を通して、巨大クラスといった技術的な問題が実際に業務境界の崩れから発生していることが分かりました。はい。で、次の評価フェーズの方では、この状態を MMI と DDD という、2つの評価軸の方から採点して、どの領域を優先的に改善すべきかといった部分を実際に確認していきたいと思います。はい。では実際に評価と採点という形で、ここからは調査とドメイン分析の結果をもとに、現在のシステムを数値で評価していきます。で、まず紹介するのが MMI と呼ばれるモジュール成熟度指標といったものです。で、簡単に言うと、現在のコードが業務や機能ごとに適切に分かれていて、
将来的に独立したモジュールですとかサービスとして扱える状態になっているかを確認するための指標です。で、こちらについては単純にクラスの行数ですとかファイル数だけを見るのではなくて、表にもある通り4つの観点から評価します。モジュール内の責務が一貫しているかの凝集性と、あと他のモジュールへの依存が少ないかの結合度と、あとはモジュール単独でデプロイですとかテストできるかの独立性ですとか再利用性、他のコンテキストでも使えるかといった再利用性といった部分で評価しています。で、それぞれ重みも若干異なっていて、今回は凝集性と結合度を30%、独立性と再利用性をそれぞれ20%として採点しています。はい。で、Nexus アーキテクトの方では、これらの4つの観点を、実際、サブエージェントが並行して確認して、モジュールごとのスコアとその根拠をレポートとして出力しています。重要なのは点数出るんですけれど、その点数そのものを絶対的な正解として扱うことではないです。どのモジュールにどの責務が集中して、どこが他の機能へ強く依存しているかを同じ評価基準で評価するために利用します。で、今回のポスシステムでは、MMI の平均は46%で、改善が必要な状態というものが実際に評価されました。いくつか責務が比較的明確な領域は高めの評価だったんですけれど、オーダーですとか、あと、ペイメント、リターンとか、チェックアウト差がとか、そういったコアな領域は低めな評価でした。はい。なので、この評価から実際に会計ですとか注文といった部分を中心とした領域の責務と依存関係を整理する必要があると判断できるかなと思います。はい。で、MMI 評価について、もう少し具体的にどうやって算出しているのかなど、MMI の基本的な考え方を知りたいときは、右側の画像にもある通り、図のところで、モジュール成熟度と検索していただいて、一つ記事が出ると思いますので、そちらで詳しく解説されているので、よければ見ていただければと思います。はい。で、続いて DDD ですが、DDD のところ、DDD の評価では戦略的設計、あと戦術的設計と、あとアーキテクチャの3つの観点から採点しています。で、そもそも DDD の評価ですとは、現状のシステムがDDD の原則にどれだけ準拠しているのかを定量的にしてスコア化する行為になっています。で、現状のポスの場合だと、総合スコア24.5% といった形で、先ほどお話しした3つの観点から、重み付けをして、スコアを計算しているような形になっております。で、戦略的設計の方では、境界コンテキストや指浸す言語が整理されているかを確認しています。で、戦術的な設計の方では、集約ですとか値オブジェクトなどが実装されているかを確認します。で、アーキテクチャの方ではドメイン層とアプリケーション層、あとインフラ層といったレイヤーの役割と依存方向を評価しています。で、実際に複数の、今回 MMI と DDD のところの複数の評価結果から構造的な課題を特定するような形で、統合的な部分ですと、両方の評価で同じような問題が指摘されていました。はい。で、簡単に言うと、手書き差がの構造的な欠陥といった形で、チェックアウト差がとリターンの返品のところの差が複数の業務とデータベースを直接操作していることでした。あとはオーダーサービスに注文以外の責務まで集中していることですとか、あとドメインモデルがデータを持つだけで、特に状態遷移ですとか、業務ルールを保持していないことで、最後に、ユースケースを調整するアプリケーション層が存在せずに、サービスですとかコントローラーが直接インフラへ依存していることになっています。はい、ここまでのフェーズで、現状の問題がかなり具体的に可視化されていますので、次の設計では、この評価結果を入力として、実際に業務境界とシステム構成を作り直していきます。はい。再設計の方では分析と評価で確認した事実に対してどの構造へ変えるのかといった部分を示しています。で、最初に行っているのが境界コンテキストの再設計です。で、既存のパッケージですとかクラス構造をそのまま分割するのではなくて、業務上の責務と変更利用を基準に12個の境界へ整理しています。今回のポスだとチェックアウトですとか注文、ポイントを事業上の
ポイントなどを事業上のコアサブドメインとして扱っています。で、重要なのは、最初から12個のサービスを作ることではなくて、この境界に沿ってコードと依存関係を整理できる状態を作っていきます。はい。で、境界コンテキストの再設計に合わせてデータ構造といった部分を再設計します。はい。で、既存の Postgre と、あと MySQL の方は、すぐに統合ですとか移行というものはせずに、今回は ScalaDB を使ってそのまま利用する方針になっています。で、これによって注文作成ですとか、在庫引き当て、スカラ DB を使うことによって、複数のデータベースをまたぐ更新を一つのトランザクションとして扱えるようになるかなと思います。で、スカラ DB を使う目的としては、複数 DB の、一貫性を守るだけではなくて、サービスごとにデータ境界を分けることで、複数の AI エージェントが互いの変更を気にせずに、並行して実装しやすくなるといった効果もあると思います。はい。また、注文決済、あと在庫のような、複数のデータベースの更新を、複雑な差がパターンだけで管理せずに、スカラ DB の分散トランザクションに任せられるかなと思います。で、そうすることで、AI が理解すべき行動ですとか、保証処理というものを減らして、担当する業務ロジックで集中させられるのかなと思います。はい、ここまででコンテキストの設計と、境界の設計と、あと、スカラ DB による設計、構造の設計と、あと最終的に今は API の設計ですね。で、ここでは、すべてのサービス連携を同じ方式にするのではなくて、処理の性質に応じて3つに分けています。で、画面とか外部からの API と、あと業務イベントによる非同期の連携と、あとサービス間の内部連携、gRPC を利用して、はい。といった形で、gRPC の方では複数サービスをまたぐトランザクションでは、同じトランザクション ID を引き継ぐような設計にしています。はい。で、ここは設計レビューですが、AI が設計書を生成して終わりではなくて、設計レビューフェーズでレビューエージェントによって設計書のレビューを行います。で、こちら5つの観点で整合性とあとスカラー DB、あと運用とリスクとあとビジネスの5つの観点から並列でレビューエージェントによってレビューしています。で、ただ初回、そのままレビューエージェントを回した結果不合格になったので、これらを修正して、再レビューして、合格になるまで、設計とレビューのサイクルを繰り返して洗練させていって、最終的に合格になるまで繰り返しています。はい。で、設計後の AI 駆動による実装については、こちらも、前の方で紹介しておりますので、よければご確認いただければと思います。で、今回は、実際にコンパウンドエンジニアリングと言われる、仕組みを使って、はい、実装を進めております。はい。で、結果ですが、今回のポスシステムをリファクトリング、モダナイゼーションした前後の評価結果になります。で、アフターとして計測したものですが、こちらは、先ほど説明した一連の流れによって、ネクサスアーキテクトによる設計書をもとに、実際に実装したシステムに対して、再度ネクサスアーキテクトを実行して評価してもらいました。はい、表を見ていただく通り、DDD の準拠度は21.8%から86.8%、MMI 平均も同様にすごい伸びていまして、総合評価については33.6%から82.1%まで改善されています。で、重要なところは下の改善事項ですね。スコアが上がったことではなくて、改善事項にある通り、オーダーサービスですとかチェックアウトの差が、リターン差がに集中していた責務といったものが13のサービスへ分散されました。合わせて金額ですとか数量などの共通ルールとまとめたことで、同じ処理を複数の箇所に書く必要がなくなっていました。で、またサービス同士が相互の内部モデルに直接依存しなくなったことによって、変更の影響がシステム全体に広がりにくいといった構造になりました。はい、こちらがまとめになります。で、実際に Nexus アーキテクトを使ってモダナイゼーションした際の所感として、AI と人間の役割を整理しています。で、AI が得意なこととしては、コード、データベース、設計書を横断して広く調査すること。で、課題候補や設計案を網羅的に列挙すること。そして、同じ評価基準で繰り返しレビューすることが挙げられています。
で、人間が行うと、これらは時間のかかる調査や、あと確認しても揃えた反復作業だったので、こちらは AI が支援しやすい領域かなと思います。で、また人間が担うこととしては、何を改善目的とするのかといったところからを決めること。で、あとは業務上の意味とか暗黙の制約を補うこと。あとはコストですとか納期、リスクのトレードオフを選ぶことがあります。で、AI が設計案や評価結果を出しても、それが現場に適しているかどうかまでは自動的に決まるものではないです。で、AI には広く調べて、広く調べてもらって、判断材料を整理してもらって、最終的な意思決定は人間が行うという役割分担が非常に重要であることが分かりました。はい。では、ここからは Nexus アーキテクトを使うことで、どのような効果が期待できるのか、そして実務では実際にどのように始めればいいのかをお話ししたいと思います。で、ここまで紹介した内容を実際に品質向上や工数削減、あと実務の適用への可能性といった面で整理していきます。はい。まず一つ目の効果は、調査、設計の初動を早くできるといったことです。で、従来はコードやデータベースを人間が順番に読み解いて、調査結果を手作業で資料化して、レビューに必要な情報といったものも後から集め直すことが多かったのかなと思います。で、こちらについて Nexus アーキテクトを使うと、コード、データベース、設計ファイルを横断して調査することで、主要クラスですとか依存関係、技術的な負債といったものもレポート化できる、仕組み化できるようになっています。で、その調査結果をそのまま分析ですとか評価とか、再設計の入力として利用できるので、最初のどこから見ればいいのか、わからないといった状態といったものをかなり短縮できるのかなと思います。はい。二つ目の効果は、判断とレビューの品質を高められることになっています。で、スライドにある通り、MMI ですとか DDD の観点で弱点を評価することで、スキム集中ですとか、境界の崩れといったものを感覚ではなくて、数値や根拠付きで確認できると思います。これによって複数の改善候補がある場合にも、どれを優先すべきかといったものが比較しやすくなるかなと思います。で、また、レビュー観点としてデータの一貫性ですとか、障害対応、運用と、あとセキュリティですとか、コスト、あと移行リスクとか、ビジネス要件との整合性まで確認できるかなと思います。で、担当者の経験だけに頼るのだけではなくて、一定の評価軸で判断材料を揃えられる点が大きな効果かなと思います。はい。では最後に、実務での始め方について簡単に紹介したいと思います。で、この Nexus アーキテクトを使う場合も、最初から全体を作り直す必要というものはなくて、まずは現象分析だけ実施してみるという形で、コード構造とデータベース構成を整理して責務が集中している場所を見つけます。で、その上で AI の分析結果が実際のコードですとか、運用上の事実と一致しているかといったものを人間が確認します。で、その後、課題の大きい領域を一つ選ぶといった形で、変更頻度が高い、あとは障害の影響が大きいですとか、あと業務ルールが複雑、あとは俗人化しているといった観点で対象を絞ります。はい。で、まとめると、まずは小さく分析して、一つの領域から改善を始めていくっていうのが実務では一番現実的かなと思います。はい。最後にまとめになります。で、今回伝えたかったことは、一番上にある通りですね、AI で早く作ることというではなくて、実装前の判断を見える化することになっています。判断と整合性を仕組みにすることですね。で、Nexus アーキテクトを使うと、コード、データベース、あと業務運用を横断して、現状を整理して、課題ですとか設計判断の根拠をレポートとして残せるようになっています。で、そうすることで、なんでそこを直すのかとか、どの順番で進めるのかといった部分を、チームで確認して、判断しやすくなっています。はい。で、最終的にどこまで変えるかですとか、コストやリスクを踏まえてどう見るかというものは人間側が判断します。はい。で、実装を急ぐ前に、必ず現状を整理して、変えるべき場所というものを見極めて、段階的に、改善していくことが大事かなと思っております。
はい、発表は以上になります。ありがとうございました。